アロハシャツ研究室です。よろしくお願いします。お願いします。中野教授、はい。今日もまたサンサーフのこのラボから、はい。ということになってますが、そうですね。たくさんのヴィンテージ、全部ヴィンテージのアロハですよね、これ。はい。囲まれて、はい。また今回も前回に引き続き、前回に引き続き、ちょっとまたヴィンテージをお見せしようかなということで、はいはい、お越しいただきました。ヴィンテージアロハシャツはい4を、そうなんですよ制作中。はい。で、今回紹介するのはその4ではなくて、はい、この今までこう出した1、2、3のシリーズですね。そこからまたこう復刻をした、今シーズン登場するもの、すでにしているもの、こういったものをご紹介できればなと思います。はい、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。楽しみです。はい。じゃあまず一柄目から。はい。すごいですね、これインパクトの強い。インパクトありますね、この柄は。インパクトありますよね。これミカグラというタイトルになっておりまして、これ自体はヴィンテージですね。はい、まずはヴィンテージをお見せしております。はい、はい。で、このヴィンテージオリジナルを手掛けたのが、このネームにあります畑ドライグッズストア。もう完全に日系人の名前じゃないですか。そうですね、畑さんですね。はい。この畑さんが1940年代後半に制作したこのシャツなんですけども、40年代。はい。まずですね、この当時、S 畑商店、Y 畑商店という2つの会社がありまして、 S さんと Y さんが畑さんにもいたわけですね。はい。兄弟なんですけども、兄弟で。はい。まず S さん、佐渡之助畑さん。佐渡之助さん。余一畑さん。弟さんが余一畑さん。で S 畑と Y 畑っていうふうに2つの会社を作って、日本からですね、物資を主に輸入をして、ハワイで働く移民の方たち向けに商売をしていた。でその Y 畑商店が持っていたのがこの畑ドライグッズという。ここも S 畑商店からいろんなものを商品も仕入れながら販売をしてたんですけども、ここでもですねアロハシャツの展開がありまして、そこで、Y 畑商店が持つこの畑ドライグッズストアがリリースした1940年代に作ったシャツがこちらになります。でちょっといろいろこう柄とかですね、また色目だったりとか、そのあたりもちょっと今度復刻の方でご説明をしようかなと思います。教えていただきたいです。はい。はい。こちらが復刻になりまして、もともとですね、その昔日本で神様にお供えをするための歌だったりとか、そういった時に使っているこの包みですね、あと扇子、そういったものがメインモチーフになってまして、これ包みに使うこの麻の紐ですね、こういったものも蛍光色っぽい色、ちょっと強いオレンジですね。そうですね。そういったように見えるようにこう色を工夫して、これ扇子になってんだ。そうですね。はい。そうか。そこもすごく工夫をしながら、で菊の花が埋め尽くされたベースにそういったものが色鮮やかにオーバープリントで。これはラベルを見ると実名復刻ですね。はい、そうですね。実名復刻になるともう本当にわからないです。そうですね。ヴィンテージと縫製仕様、そうですね。柄の出し方もそうなんですけども、こういった縫製仕様も同じようにしておりますので、かなりこうヴィンテージと比べても見分けがつかないぐらいのクオリティになっているかなと思います。なかなかヴィンテージとしてもこれは珍しくて価値のあるものなんじゃないですか。そうですね。この柄もそうなんですけども、このネームですね、畑ドライグッズストアのこのネームがついたシャツも珍しいので、やっぱり希少価値はかなり高い。それを実名で復刻したということですね。絶対って言い切っていいのか分かんないですけど、絶対着れないようなものがある意味復刻品があることによって自分で着れるっていうのはこれはいいことですね。それもやっぱり復刻の醍醐味かなと思いますね。なかなかヴィンテージもこれのシャツを見つけようと思って出てくるものではない、そうでもないと思いますので、これバシッと着れたらかっこいいだろうな。はい。目立つ派手な柄ですからね。これもこの春夏で登場しますと。はい、そうですね。はい。続いていってみます。はい。続いてはですね、こちらのヴィンテージアロハシャツ2ですね。はい。こちらに載っているシャツをご紹介したいと思います。
おお、またこれもインパクトの強い、すごいな。ものすごいインパクトですよね。僕本に載ってたの覚えてます。覚えてます、ね。これを見たら忘れないですよね。忘れない。はい。こちらはですね、このネームにある通り、武蔵屋ザ・シャツメーカーという、はい、有名ですね。はい。もうサンシャツ好きな方であれば一度は聞いたことのあるブランド、武蔵屋。はい。そちらがですね、手掛けたシャツなんですけれども、もうインパクトですね。すごい、これはすごい、色もそうですし、柄もそうですし、もうめでたいシャツという。これちなみに何年古いですか？そうですね、40年代ですね。40年代。その武蔵屋のそのブランドっていうのはもう本当にいろんなところで語ってきてますので、ちょっとまたこの柄の説明をまずは言ってみたいなと思いますので、復刻を持ってきています。はい。こちらが復刻になるんですけども、はい。やっぱりこれも実名復刻してるんですね。復刻で武蔵屋ザ・シャツメーカーのネームが入ってまして、まず柄ですね。この鶴が大きく描かれて、すごいですね。細かいグラデーション、叩きと呼ばれる。もう本当着物みたいなね。そうですね。柄ですね。はい。ちょっと違うのがですね、ここの袖の部分もそうなんですけども、はいはい。あとこちらの部分ですね。はい。この銀色の顔料でプリントをされておりまして。生地自体は染料で染めていくんですけども、この銀色のちょっと光ってる部分だけ、ここは銀色の顔料で最後こう仕上げをして柄が完成するという。もともとオリジナルもこういう仕様になっていましたので、復刻の方でもそこも変わらず。そうか、これ復刻もそこまで同じようにやってるんですね。同じようにちょっといろいろ研究をしてですね、オリジナルを分析して同じように顔料を使って。ちょっと大変でしたけどね。はい。ここはまあ頑張って復刻をこの部分も再現をしておりますので、実際にちょっとお店に行っていただいて、ちょっとこの顔料の部分っていうのも、こういう風になってるんだっていうのは実際見ていただけたら嬉しいです。はい。あとはもうこの細かい襟のステッチですとか、そういうところの仕様ですね。襟の角度とかも今までのとまた独特ですね。はい。感じがしますね。はい。そのあたりのこの襟のシェイプですとか、さっき言った襟のステッチっていうのはここですか？そうですね。はい。こういった部分もヴィンテージと同じような仕様で作っておりますので、あとこういったボタンですね。今までにないようなこのボタンを使って、そうですね。足のついたボタンを使っていますので、そういったところもオリジナルに忠実に復刻をしていますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。じゃあ続いて次のからいってみます。すごいのが。はい。続いてもですね、ヴィンテージアロハシャツボリューム2、2からの方から登場しますので、次もすごいですよ。はい。これも本覚えてます。僕本に載ってたの2でしたんだ。はい。2ですね。この迫力。今回これまずヴィンテージの方からご紹介したいんですけども、このワットムルス。はい。こちらのブランドが1940年代後半ですね。こちらは。制作した日本でプリントされた生地をワットムルスがハワイに輸入してシャツに仕立てた一枚になっておりまして、ワットムルス自体はですね、ものすごくハワイの中でも影響力のある会社、そこがその当時いろいろなお土産物屋さんですね、ギフトショップも展開していたりとかしていまして、そこで販売をしていた。で自社で商品も作っていたと。デザイナーも抱えて、シャツの生産もしてっていうところを全てやっていたブランドになっておりまして、そこが日本から輸入した生地で作った高野シャツなんですけども、もうちょっと早速ちょっと復刻の方をお見せしながら柄の解説をしたいと思いますので、こちらが復刻版になっておりまして、ワットムルスが書いてありますね。実名復刻でちょっとこの松の枝ですね、葉もすごく鮮やかな色で発色がパキッと出てますね。でなんといってもですね、この鷹の躍動感すごいですね。このすごい迫力ですよね。羽の描写の細かさとかもそうだし、顔の周りとかもすごいな。もうこの獲物を捉えて、今から獲物その捕まえに行くぞというこの
動きのある感じですね。それをですね、この一色ブラウン系のグラデーションで全てここを表現するという。しかもグラデーションがものすごいこう何個も何個もあるわけじゃないですか。一番濃い茶色の部分から、この一番薄いほぼ白に見える部分、こういったところにかけて、一般ずつ版を使って濃いところから薄いところまで持っていく。じゃあここに何版も存在しちゃってるんですか。こういう鷹のグラデーションの版があって、ペタっていう感じのプリントではないですね。一版一版濃い茶色で一版、もう一個薄い茶色で一版、さらに薄い茶色で一版っていうので版を重ねていくことによってグラデーションを表現する。もうずれたらグラデーション自体も綺麗じゃなくなっちゃう。そうです。というそのずれたりとか、あとは重色っていう重なってしまったり部分が出てくると、グラデーションなくなっちゃう。そこはもうグラデーションが途切れてしまうので、そこも注意しながら濃い部分から薄い部分にこう綺麗に持っていくと。緻密なグラデーションを使って、一色でこの鷹のその現状のその今から獲物を捉えていくっていう、その動きを全て表現するという日本のプリントの技術の高さですね。当時もですけど、ここまで来ると現代でもやっぱりすっごい高度なことになるんですか。これは細かいグラデーションで表現をしていくっていうのが、やっぱすごく難しくてですね、もうグラデーション自体は小さな色の差で全て表現をしていくので、その差がどのくらい出るのかっていうのはプリントをしてみないとわからないんですよ。でもそこは職人さんの染料の調合の勘っていう、そこでお願いをしてプリントをしていただいているので、そこは本当に当時の技術力と今の現代の職人さんの技術力と、そこにすごくこう私たちは感謝をしてるんですけど。生地自体が中野さんこうやって綺麗に上がってきたのを見た瞬間は、こういうのってガッツポーズが出そうな嬉しいですね。ものですか。やっぱり理想としたゴールのこうなったらいいなっていうのは見ながら常にやっているので、そこにかなり近い状態で上がってきてくれるっていうのは、自分としてはやっぱり成功したっていう部分が見えますので、それは嬉しいですね。こういったところも実際にシャツになってみてですね、羽織っていただくとよりこの鷹の動きも感じていただけると思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。素人が見てもなんかすげえことやってんだろうなという気はします。これ迫力がすごいですよね。じゃあ続いていってみます。続いてもヴィンテージアロハシャツ2からご紹介になります。こちらですね。こちらヴィンテージなんですけども、サンサーフの復刻でもすごく昔からリクエストいただいた柄になりまして、本当ちょっと襟も大きめなんですけども、50年代前期の作品になってまして、手がけていたのはこのハウオリ・カマアイナという、こちらもうハワイ語なんですけども、メイドインカリフォルニアというネームの中にも書いてある通り、アメリカ本土のブランドで、そこが手がけたドラゴンの柄なんですけども、このドラゴンといってもですね、その和柄のドラゴンとか、アシトラ竜のその竜ですね、とちょっと違う、ちょっと中国っぽいドラゴンのデザインが、確かにね、フィラメントの素材で抜線をされて表現をしていますので、ちょっとこの辺りも復刻を見ていただきながらご紹介したいと思います。こちらが復刻版ですね。ここは色が変わって、こちらもその当時ですね、何色も作られていた柄になりまして、その中で今回復刻の中でこのブルーもやっていますので、このハワイカマヤの、でハワイですね、特にオアフ島、あの中にもチャイナタウンってあるんですよ。そのぐらいハワイの中では中国からの文化っていうのはすごくこう根付いてまして、でそれは何でかっていうと、もともと移民で渡ってきた人たち、日本から渡っていった人たちよりもさらに前から中国からの移民でたくさんの人が渡っていったんです。でもうすでにもう中国の文化っていうのをハワイの中で形成をしていましたので、もう
日本からの移民の人たちが渡った時には、割とこう中国の人たちもいろんな文化を作っていてですね、そこがそのカルチャー自体がアロハシャツの中にも取り入れられていて、そういった流れもあって、こういうドラゴンの中にもこの日本からのドラゴンもあれば、こういった中国っぽいドラゴンもあるという、もうハワイのその歴史みたいなのもこのシャツの中から感じられる。しかも今年は辰年ですから、そうですね、ぴったりですね。であと特にこのドラゴンのこの柄に関してなんですけど、デザインを手掛けたのがムニエル・マーサーという。ムニエル・マーサーさん、これはですね、その1950年代40年代に活躍したハワイのアロハシャツのテキスタイルデザイナーの中ではですね、ジョン・メイグスさんとか並んでめちゃめちゃ人気のある有名なテキスタイルデザイナーさんが手がけた一枚になってますので、そういったところもヴィンテージ価値のあるシャツになりますので、あとですね、この襟のヨークの部分ですね、内側ですね。今後ですね、通常ハワイアンシャツヴィンテージも見ていただくと、こう同じ共布で作られているものが多いんですけども、これに関してはあえてヴィンテージも素材の違う生地をここに使っていますので、そのあたりも忠実に復刻をしていますので。ヴィンテージもさっきそうだったんですね。僕見落としてました。同じように作っていますので、そのあたりもぜひお店で見ていただけたらと思います。今回ね、ヴィンテージと復刻したものとこう両方見せていただきましたけど、そもそもあそこに今回紹介していただいたヴィンテージなんてそう簡単に見つかるようなものじゃそうですねないのばっかりですよね。先ほどもお伝えした通り、探して見つかるかっていうとそうでもないものばかりかなと思います。ということはもうやっぱり着たいと思ったら、もう復刻を出してもらえてるからこそ着れるような柄なわけじゃないですか。いいなこの柄と思ってもね。本に載ってるものってやっぱりそういう特別なものが結構チョイスされてるわけですよね。あそこには復刻を着るこう醍醐味っていうのがなんかね、すごい僕は話聞いてて感じました。ありがとうございます。中根さんが復刻して忠実にね、だってそれぞれ形も違ったり襟が違ったりヨークが違ったりとかね、そこまで細かく再現したものを着て、そこにね自分が着てるものを本でね中野さんの渾身の解説を読んだりすると、また愛着もひとしおだろうというふうに私自身が完全にユーザーになって思うわけですよ。やはりその一個一個一つの作品自体がストーリーを持ってるっていうのもアロハシャツの特徴でもありますので、このいろんなシャツを買っていただいて、一個一個着る中でこのシャツはこういうバックボーンがあるシャツだなって思いながら着ていただくと、またそれはそれで違った楽しみ方があるのかなと思いますので。ね、愛着はもう間違いなくアップするし、そうですね。そもそもね、入手困難に復刻自体がなってしまうんじゃないかと心配をしております。はい、今日はありがとうございました。